力こそパワー。皆さんこんにちは。こんにちは。最近は固定ローラーやパワーメーターで自分の出力が測れる環境の人も多いと思います。200W とか 300W とかってやつですね。ガチな人はこの数値を基準にトレーニングしたり、レースのペース配分をしたりするみたいですね。でもこのパワーを意味を正確に理解していない人もいるんじゃないかなって思います。パワー、力、エネルギー、それぞれ違う意味があり、物理の基礎ですが、自信を持って説明できる人は意外と少ないかもしれません。今後の動画で走行抵抗のお話とかやるときのために、今回の動画ではここら辺を簡単に整理しておこうかなと思います。アーシなりになるべくわかりやすく説明するから聞いていってね。聞いていってね。最初に言葉の整理からしておきましょう。この動画ではパワー、力、エネルギーの3つの概念の説明をするんだけど、言い換えとか近い意味の言葉が結構あるんだよね。ちゃんと使い分けなきゃいけない言葉もあるけど、パワー、仕事率、出力は大体同じ意味と思っていいと思う。エネルギー、仕事、熱量は違う意味だけど、相互に変換できたりするお仲間です。あとは馬力とかカロリーとか、みんな好き勝手呼びますね。この動画内ではなるべく統一した言葉を使うように心がけます。力こそパワーじゃないのか。物理の用語ではそうなっちゃうね。物理でいうところの力を英語にするとフォースです。導いてくれるやつ。もちろん科学の話じゃなければそんな決まりはありません。科学の話以外なら力にもパワーにもいろいろな意味があり、力こそパワーというセリフの場合、力とは武力、パワーとは権力のことを示していると解釈するのが、はい、本質的に力とは何か、エネルギーは何かとか考え始めると夜も眠れなくなるし、実用上のメリットもあまりないと思います。力なんてウィキペディアによると、物体の状態を変化させる原因となる作用ですからね。何言ってるのかな。単純なものこそ難しいってやつ。なので実用的な意味では力、パワー、エネルギー、お互いの関係の理解が重要かと思います。簡単なモデルを使ってこれのどれが力でどれがパワーかって感じで当てはめていってみましょう。これは 10kg の重りを人力で巻き上げているシチュエーションです。今回このどうでもいい絵に一番時間使ってるってば。最初は棒人間だったのにね。重りには重力による力がかかっていますね。地球上でしたら常に一定です。これを巻き上げるにはエネルギーが必要ですよね。力の大きさに巻き上げる距離をかけたものが必要なエネルギー量です。これは直感的に受け入れやすいと思います。重さが2倍になれば力が2倍になるので必要なエネルギーも2倍になります。巻き上げる距離が2倍になればやはり必要なエネルギーも2倍になります。特に違和感はないと思います。この場合、人間から重りにエネルギーが移動したって考えていいです。で、パワーだけど、パワーは1秒あたりどれだけエネルギーを与えたかです。合計エネルギーが同じでも、半分の時間でエネルギーを与えれば、倍のパワーを出したことになります。この時、重りは2倍の速さで上昇します。逆にパワーを半分にしても、倍の時間をかければ同じ高さまで重りを上昇させることができます。力に距離をかけてエネルギー、それを時間で割ってパワーなので、直接、力に速度をかけてパワーと考えてもいいです。距離割る時間で速度ですもんね。同じ現象を言い換えるだけですが、同じ力がかかったものを倍の速度で移動させるには倍のパワーが必要ってことです。具体的な数値を入れて計算してみましょうか。 10kg の重りにかかる力は重力加速度 9.8 をかけて98ニュートンです。これはそういうものだって納得してください。ニュートンは力の単位ですね。これを2メートル巻き上げたとすると
98ニュートン ×2 メートルで196ジュールです。ジュールはエネルギーの単位ですね。これを1秒で成し遂げれば、つまり秒速2メートルで巻き上げれば196ワットです。やっと普段使いする単位が出てきましたね。196ジュールを1秒で割ってもいいし、98ニュートンを秒速2メートルでかけてもいいです。同じです。なお、この動画内では単純化のため、加速にかかる時間は全て無視しています。気になる人は、目標の速度に達してからデータを取っていると考えてくださいね。さて、196ワットというと、パワー測れる人ならわかると思いますが、誰でも短時間なら出せるけど、鍛えてないと持続はできないくらいのパワーですね。10kg を1秒あたり2メートル持ち上げていくって、まあまあきつそうですけど、人間って結構パワーありますね。それでも電子レンジの半分以下ですけど、馬力で言ったら 0.25 馬力くらいです。さて、最低限の説明ならこれで終わりなんですけど、個人的に引っかかりやすいかなって要素について補足します。パワーにもエネルギーにも距離がかけられるので、移動距離がゼロだと、いくら力が大きくても、パワーもエネルギーもゼロになりますよね。でも壁を押してるだけでも疲れるやん。ってなりますよね。具体的なメカニズムについては説明できないのですが、壁を押している時に消費しているエネルギーは、熱になって空気中に放出されていると考えていいと思います。熱もエネルギーの一形態ですね。基礎的な物理だと、熱のことをまるっと無視してしまうので、逆に納得しにくいかなって思います。実際は何かするたびに、力学的なエネルギーはどんどん熱エネルギーになって空気中に発散していってしまいます。簡単な力学だけで考えると0ワットでも、熱的には何ワットか出しているってことですね。逆に、力を加えているけどエネルギーを消費してない例を挙げますと、座っているだけでも椅子や地面に力を加え続けていますが、何も消費していないし、特に疲れませんよね。生きてるだけで疲れる。最後に補足にとして、クランクに着目した場合の計算について説明します。基本的な理屈はもちろん一緒ですので、ペダルの速度にペダルにかけた力をかければパワーになります。ペダル速度はクランク長から円周を出して1秒あたりの回転数をかければいいので、式にするとこんな感じです。ただしペダルにかけた力はクランクに直角な成分のみ有効なので注意です。試しにペダルに100ニュートン、他に適当な数値を入れて計算するとこんな感じですが、人間の構造上、ペダルに一定の力をかけれないのであんま意味ない計算です。じゃあなんでこんな話をしてるかっていうと、パワメがこういう計算をリアルタイムでやっているからです。クランクアームやペダル軸の変形から力を測定し、加速度センサ等からクランクの回転速度を算出、そしてあらかじめ入力されているクランク長を使ってパワーを算出って感じのはずです。まあ足はパワメ持ってないからあやふですけどね。補足は以上。今回の動画はこれでおしまいですが、次回か次次回あたりでは走行中にどういう力がかかってどういうロスになっているかって話をやろうかと思っています。この動画を気に入ってくれた人は他の動画もぜひ見てみてくださいね。チャンネル登録や X フォローもしてもらえると嬉しいです。X のフォロワーはびっくりするほど少ないから今なら子さんになれるよ。それじゃバイバイ。バイバイ。